ンクしちゃったから来て直してよっていきなりね、実家のお袋から SOS 入りまして、もう80歳のね、お袋のもう足ですからね、大事な足なんで、とりあえずね、急いで駆けつけました。横ちゃんトライチャンネルで初めてのね、自転車もののネタですけどね、どうぞ最後までお付き合いください。とりあえずね、空気ね、パンパンに入れてちょっとパンクの状態を見てみようと思います。もうちょっとね、入れてみますかね。結構ね、自転車もね、DIY でいろいろブレーキのレバーを変えたりね、やってるんですけど、撮影はね、YouTube 始める前だったから撮影はしてないんですよ。こんなところでね、ちょっとパンクしてるかどうかちょっとね、調べてみましょう。ゆっくりね、回しながら刺さっているものはないか、穴が開いてないかね、確認してみますね。これでね、わからなければ奥にバケツと水が用意してあるんで、チューブを引っ張り出して、でチューブを入れればね、パンクしているところが穴からね、空気が抜けるんでわかるってことですよね。とりあえずね、一通り見たけど、目立つ穴もないし、刺さっている釘とかもないし、ちょっとわかんないですね。一通り見てわかんないんで、エア抜いてチューブを引っ張り出してみましょう。これだ。これ。と思ったらね、ありがちなエアバルブのね、ゴムの劣化というかゴムが切れてますね、途中でね。こっから漏れてたんだな。多分これですね。これじゃダメだね。とりあえず補修の道具はね、一通り持ってるんで、ちょっと見てみましょう。バルブのね、このゴムをね、取り替えてみてダメだったらチューブに問題があるんだね。これ取り替えてもいいんだけどね、これ取り替えるんだったらね、スーパーバルブっていうね、ゴム取り替えいらずの、長持ちするね、バルブがあるんだけど、今回はね、ちょっと撮影してるからね、ゴムを取り替えてみましょうね。こういうのがあるんだけど、子供2人がね、自転車通学してたからね、自転車2台結構面倒見たよね。パンク直したりね、ブレーキのレバー取り替えたりね、あとこのバルブもね、何回か取り替えたんだけど、そのたんびにね、ホームセンターでね、買い足ししてね、こうやって在庫があるんだけどね。こんなのはね、誰でもできるよなんてね、思わない。誰でもできるんだけどね、やったことない人もいると思うので、このママチャリとかね、通学の自転車のほとんどがね、英国式バルブなんでね。で、英国式バルブの場合はこうやって、エア抜けのほとんどの場合がこのバルブのね、ゴムの不具合、劣化が原因だと思われるのでね、わからない、やったことない人もよく見ていただきたいと思います。根元までこうやってね、バルブのくぼみがあるんだけどね、くぼみを覆いかぶせるようにね、くぼみを隠すようにゴムをしっかりと根元まではめて、それで差し込みますね。このチューブから出ている金具の溝にバルブの出っ張りをね、合わせてはめて、でこの袋ナットをね、ねじ込むんだけどね、これは工具を使ってね、しっかり締める必要もないと思うんで、手でね、ある程度締めれば OK です。それではね、空気を入れていきましょう。空気はね、入れすぎてもダメだけど、年寄りがね、乗るんでね、少ないよりはね、多めの方が楽にペダルがこげると思うんでね、
ちょっと多めに入れてやります。これ空気量もね、実家にある普通のブリヂストンの空気量ですね。指でちょっとね強めに押して少しタイヤがへこむぐらいかな。適量はね、空気のね。なのかな。OK。まあこんなもんでね。パンク修理がね撮影できると思ってきたんだけどね、こうやって道具も一応あるのだからね、前にパンク修理したやつがね。これあったこれがね、これがねホームセンターなんかで売ってるね、スーパーバルブっていうね、ゴムがね、長いゴムがないんだよね。車のどっちかというと車のエアバルブにちょっと似たような感じでね、なんか持ちとしてはね4倍持つらしいんだけどね、まあ結局はねゴムの部分をねちょっと使ってるんでね、ゴムが劣化すれば、まあ、エアが漏れると思うんだけどね、値段もちょっと普通のよりはかなりちょっと高めですよね。ゴムが確かにね、このスーパーバルブに変えてからね、子供の自転車なんかも、まあ、エアー漏れはなかったね。ここにゴムを使ってるわけだけどね。治ったよ。まあ、あとはね、チューブに問題なければこれで治ったと思います。OK ね。ちょっと後取りですけどね、エアーバルブ、まあ紹介しますね。多分見たこともない人がいると思うんでね。まあこんな感じでね、説明書と一緒にねセットで売ってますよね。虫ゴムはバルブのくぼみ箇所を覆うまで十分に押し込んでくださいってちゃんと書いてありますよね。最後に締めるこの黒いねバルブキャップもね、これ取れたままね走ってる人がいるけどね、良くないと思います。バルブキャップと袋ナットを外すとね、こんな感じですよね、バルブ本体がね。でゴムを外すとこれですよね。こう穴が開いてて、出っ張ってるの分かるかな。この出っ張りをね金具の溝に合わせてはめるんだけどね。でこのねチューブ状のねゴムをね、下からはめ込んで、溝があるの分かるかな。くぼみを、覆いかぶせるようにしっかりと、はめると。虫ゴムはバルブのくぼみ箇所を覆うまで十分に押し込んでください。ね、ちゃんとねくぼみを覆ってるのが分かりますかね。まあ、はめづらいんだけどね、下からこう順にねこうよく押し込んでいくとねちゃんとはまりますからね。でね、袋ナットを締めて、最後にバルブキャップを回してはめて、これで OK ですね。でこのね虫ゴムもねこれだけでも売ってるんでね。これが先ほど紹介したスーパーバルブ、普通のよりね少し高いけど何せね4倍長持ちするんで、これおすすめです。お父さんお母さんね、これ高校生とかね中学生の子供にね、今携帯用のちっちゃいね空気入れカバンに入るやつがあるからね、それと一緒にこのスーパーバルブ持たせるのもいいかもしれません。おすすめです。ちなみにねこの前後のタイヤ、これね2年前かな、もうねDIY でね、交換しました。後ろがめんどくさかったけど、この時まだね YouTube やってないので撮影はしてません、残念ながら。2時間半ほど経ちましたのでちょっと確認してみましょう。大丈夫ですね。空気ね、やっぱり原因はねパンクではなくチューブではなくてね、このエアバルブのゴムでしたかね。ということで今回の動画はママチャリのパンク修理ではなく
エアバルブのゴムの交換でした。こんな感じでね、日常のちょっとした DIY の様子をね、動画にしていきますのでね、プロが使うようなね道具もないしね、本格的なことはできないです。大したことはできないけど、これからもねよろしくお願いしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録していただけると今後の励みになります。これからもよろしくお願いいたします。